皆さん、こんにちは。日本語ポッドキャストジャパミミです。今日も一緒に日本語の耳を鍛えましょう。今日のテーマは夏の音です。皆さんは夏の音と聞いて何を思い出しますか？海の音ですか？風の音ですか？それとも人の声ですか？日本の夏にはいろいろな音があります。今日のエピソードでは日本の夏の音をいろいろ紹介していきます。例えば、セミの声、風鈴の音、エアコンの音、扇風機の音、花火の音、氷の音。このエピソードはビギナーレベル N5 から N4 ぐらいの言葉と文法をいろいろ使って話します。それでは始めましょう。よく聞いてくださいね。ジャパミミ。日本の夏といえば、まずセミの声です。セミは夏の虫です。とってもうるさいですが、夏のシンボルです。夏になると、外でたくさんのセミが鳴きます。朝から夜までずっと鳴いています。ミーン、ミーン、ジー、ジー。とっても大きい音です。初めて日本に来た人はびっくりすると思います。この音は何？と思うかもしれません。でも日本人にとってセミの声は夏の音です。この音を聞くと、今年も夏が来たなぁと思います。セミは土の中で長い時間過ごします。でも外に出てからは短い時間しか生きられません。だから日本では短い夏、儚い命のイメージもあります。次は風鈴の音です。風鈴は小さいベルみたいなものです。風が吹くとチリンチリンと綺麗な音がします。日本では家の外や窓の近くに飾ります。風鈴の音はとっても優しい音です。不思議ですが、この音を聞くと少し涼しく感じます。本当は暑いですが、気持ちが涼しくなります。いろいろなデザインがあって可愛いですよ。風鈴はもともと日本のものではありません。昔中国から日本に来たそうです。昔の風鈴は今のように音を楽しむものではありませんでした。風鈴の音には悪いものを追い出す力がありました。だからお寺や家に置いてお守りのように使っていました。今は音を楽しんだりインテリアに使ったりしています。夏の生活の音といえばエアコンもあります。日本の夏はとっても暑いのでエアコンをよく使います。エアコンをつけるとブーンという音がします。この音も日本の夏の音です。夜寝るときもエアコンをつける人が多いです。だから静かな部屋でもエアコンの音が聞こえます。
私の家にもエアコンがあって、夏になるとたくさんエアコンを使います。エアコンがないと日本の夏を生きていくことができません。エアコンはとっても大切なアイテムです。エアコンだけではありません。扇風機もあります。扇風機は風を出す機械です。扇風機をつけるとブーンブーンと音がします。扇風機の前で話すと宇宙人のような声になるので、子供がよく扇風機の前で遊んでいます。これは夏休みの懐かしい風景の一つです。私もよくこのように遊んでいました。最近はハンディファンも人気です。外を歩くとき、仕事をするとき、勉強するとき、エアコンがないこともあります。だから、ハンディファンを持っている人が多いです。日本の夏の新しいアイテムの一つです。夏の夜といえば花火です。花火大会では、ヒュー、ドーン、パチパチという大きな音がします。遠くからでも聞こえます。花火の音を聞くと、夏祭りの季節だなぁと思います。夏の夜の特別な音です。花火大会は川や海、大きな公園の近くなどで行います。浴衣を着る人が多いので、賑やかで華やかなイベントです。花火の音と一緒にお祭りの音が聞こえることもあります。太鼓の音、笛の音、人が話している声、歌っている声など、とっても賑やかです。私は日本の滋賀県に住んでいます。京都の近くです。滋賀県には琵琶湖という大きい湖があって、この湖で毎年花火大会をしていますよ。皆さんが8月に京都や大阪を旅行するなら、ぜひ滋賀県の花火大会にも行ってみてね。最後に、氷の音も夏の音です。夏は暑いので、冷たい飲み物をよく飲みます。コップに氷を入れると、カランカランという音がします。静かな部屋でこの音を聞くと、とっても気持ちがいいです。皆さんはどんな冷たい飲み物が好きですか？私はアイスコーヒーやアイスティーなどが好きです。お酒を飲むならビールやモヒートもいいですよね。テラスやベランダで飲むと最高です。ジャパ耳。それでは今日のポッドキャストはここまでです。今日は日本の夏の音についてお話ししました。皆さんはどんな音を聞いたら夏が来たと思いますか？今までの思い出を振り返ってみてくださいね。ではまた来週次のエピソードでお会いしましょう。ありがとうございました。